高橋直人、58歳。彼は東京の下町で親子3代続く高橋製作所の社長です。彼の作る精密な金属部品は、かつて日本のものづくりを支えた誇りの結晶。その腕は業界でも神の手と囁かれるほどでした。しかし、時代の波は残酷です。海外からの安い製品に押され、取引先は次々と離れていきました。工場の機械は古くなり、売り上げは下降線をたどる一方。それでも、直人は従業員5人の生活を守るため、そして何より亡き父から受け継いだこの場所を守るため、歯を食いしばってきました。大丈夫だ。まだやれる。この技術だけは誰にも負けないんだから。そんなある日の午後、一本の電話が直人の最後の希望を打ち砕きます。メインバンクである大手銀行の融資担当、斉藤と名乗る男からの呼び出しでした。高橋さん、担当直入に申し上げます。来月からの追加融資はお断りさせていただきます。そして既存の融資に関しても早急に全額返済をお願いしたい。そんな。斉藤さん、お待ちください。今、新しい取引先も探し回って、あと少しだけ待っていただければ必ず立て直しますから。必死に頭を下げる直人に斉藤は冷たい視線を向けたまま分厚いファイルを音を立てて閉じました。高橋さん、我々もビジネスなんですよ。あなたの工場の将来性、資産価値、すべて AI で弾き出しました。結果はゼロ。いや、マイナスです。正直に言って、あなた方の技術なんて今の時代じゃただのゴミ。骨董品なんですよ。ゴミだと、センチメンタルな感情で融資はできませんので、来月末が期限です。もし返済が滞るようならお分かりですね。この工場もご自宅も差し押さえさせていただくことになります。斉藤の言葉はまるで鋭いナイフのように直人の心を突き刺しました。父が、そして祖父が汗と油にまみれながら守り抜いてきた誇りの城がゴミの一言で片付けられてしまったのです。応接室を出た直人の目に映る空はまるで墨を流したように暗く、冷たい雨が降り始めていました。終わった。もう何もかも。工場に戻った直人は従業員に事実を告げることができませんでした。ただ、一人、娘のさやかには、震える声で全てを打ち明けます。ひどい。なんて言い方するの。お父さんの技術がゴミなわけないじゃない。さやか。もう、無理なんだ。これの力が及ばなかった。うなだれる父を前に、さやかは唇をかみしめました。彼女は、このまま終わらせるわけにはいかないと、一人で立ち上がります。銀行が分かってくれないなら、他の人に分かってもらえばいい。世界は、あの冷たい銀行員だけじゃないはず。さやかはスマートフォンのカメラを手に取り、工場の隅々を撮影し始めました。直人が寸分の狂いもなく金属を削り出す様子、年季の入った機械が正確に時を刻む音、そしてそこで働く職人たちの真剣な眼差し。方向は少しずつですが拡散されていきました。頑張ってください。こんな素晴らしい技術をなくしてはいけないといった応援のコメントや、クラウドファンディングを立ち上げては、という提案も寄せられます。小さな光が見えたように思えました。しかし、現実は甘くありません。集まった応援の声は、銀行が突きつけた数億円という巨大な壁の前では、あまりにも無力でした。期限だけが刻一刻と迫ってきます。直人は、ついに廃業を決意し、従業員たちに頭を下げました。みんなすまない。俺の力不足だ。来月末でこの工場を閉めることにした。突然の宣告に言葉を失う従業員たち。工場の空気は鉛のように重く沈んでいきました。廃業を決めた数日後、直人は何もする気が起きず、工場の近くの公園で一人ぼんやりとベンチに座っていました。その手には昔試作品として作ったものの、うまくいかずに工具箱の隅に眠っていた手のひらサイズの複雑なギアがありました。ただ、なんとなく持ち出してきたのです。これも結局ゴミになるのか。その時、杖をついた一人の老人が、直人の隣にゆっくりと腰を下ろしました。それは自動車に使用するギアではないかな。はい。まあ、そんなようなものです。よくご存知で。直人が驚いて顔を上げると、老人は柔和な笑みを浮かべて、直人の手の中のギアを懐かしそうに見つめていました。いや、懐かしい。わしが若い頃、ドイツの自動車メーカーと仕事をしておっての、彼らの作るクラシックカーのエンジンに
まさにこんな形のギアが使われておったんじゃ。もう、作れる職人は、世界中どこにもおらん、と嘆いておったが。ドイツの自動車メーカー。直人は老人の言葉に耳を疑いました。彼の名は鈴木さん。この近所に長年住んでいる、ただの物知りなおじいさんだと思っていました。しかし、その正体は、かつて世界を股にかけて活躍した大手商社の伝説的なバイヤーだったのです。もし差し支えなければ、そのギア、少し見せてもらえんかのう。直人がギアを渡すと、鈴木さんは、まるで宝石でも鑑定するように、そのギアを様々な角度から眺め、指でそっと撫でました。素晴らしい。この滑らかさ、寸分の狂いもない噛み合わせ。これは芸術品じゃ。データや AI なんかじゃ、この価値は絶対にわからん。AI じゃ価値がわからない、という言葉が、直人の胸に突き刺さりました。銀行員、斉藤に言われた言葉が、頭の中でフラッシュバックします。高橋さんと言ったかな。実は、今度、そのドイツのメーカーの副社長が、昔のよしみで日本に立ち寄るんじゃ。もしよければ、彼にこのギアを見せてみんか。いや、見せるべきじゃ。ですが、うちはもう、廃業するしがない町工場で。何を言うか。ゴミの中に宝がずず漏れておることもある。いや、宝をゴミだというやつの目が曇っておるだけじゃ。自信を持ちなされ。鈴木さんの力強い言葉に、直人の心の中で消えかけていた炎が、再び小さく燃え上がるのを感じました。1週間後、約束通り、鈴木さんは、白髪の紳士を連れて、高橋製作所にやってきました。世界的に有名なドイツの自動車メーカーの技術担当副社長、クラウス氏です。通訳を介し、クラウス氏は、直人に心身と頭を下げました。高橋さん、信じられない。我々が半世紀以上探し求めていた技術が、こんな場所に眠っていたとは。クラウス氏が言うには、伝説的なクラシックカーのエンジン部品が、製造中止から数十年経ち、世界中のどのメーカーも再現できずに困り果てていたというのです。その部品こそ、直人が遊びで作った、ギアでした。クラウス氏は、工場の機械や直人の仕事ぶりを食い入るように見つめ、何度も素晴らしい、と叫びました。そして、彼は、直人の肩をがっしりとつかみ、こう言ったのです。高橋さん、我々と専属契約を結んでほしい。あなたの技術は我々の歴史を守るために不可欠だ。契約金はいいねで構わない。いや、こちらから提示させてほしい。まずは500万ユーロ。日本円にして約8億円でどうだろうか。8億円。静まり返った工場に全員の驚きの声が響き渡りました。銀行に突きつけられた負債額をはるかに上回る金額。それはまさに天と地がひっくり返るような奇跡の瞬間でした。直人は震える手でクラウス氏の手を握り返しました。目には熱いものがこみ上げていました。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。大手ドイツ車メーカーとの契約のニュースは業界を駆け巡りました。高橋製作所が世界のトップメーカーと巨額の契約を結んだ。その噂は、もちろん、あの男の耳にも届いていました。銀行員の斉藤です。数日後、斉藤は、以前とは別人のような満面の笑みを浮かべて、高橋製作所に現れました。高橋社長、この度は誠におめでとうございます。私、信じておりましたよ。あなたの技術は世界一だと。つきましては、我が銀行もぜひ、御社の今後の発展をサポートさせていただきたく、こちらの新しい融資プランなど、いかがでしょうか。ペコペコと頭を下げながら、分厚い融資の提案書を差し出す斉藤。その姿を見て、直人は静かに口を開きました。斉藤さん、タンタ、俺の工場の価値はマイナスだと言ったな。俺の技術はゴミだとも言った。いや、あれはですね、我々の AI が未熟だったと言いますか、直人は斎藤の目をまっすぐに見つめ、毅然と言い放ちました。あんたたちの AI には、俺たちの汗や誇りの価値は計算できないらしい。結構だ。あんたたちの金は、もう1円もいらない。俺たちは、俺たちの価値を認めてくれる人たちと、これからやっていく。そう言うと直人は、斎藤に背を向け、従業員たちの方を向きました。みんな、聞いてくれ。俺たちは世界一の仕事をするぞ。従業員たちの歓声が活気を取り戻した工場に響き渡ります。呆然と立ち尽くす斎藤の姿は、もう誰の目にも入っていませんでした。この物語は、
ある町工場で実際にあった出来事をもとに作成したものです。高橋製作所は、その後、地域に新たな雇用を生み出し、若い職人を育てる場にもなっています。銀行の AI が価値ゼロと弾き出した場所は、今やお金では測れないたくさんの価値を生み出す宝の山となったのです。目先の数字や効率だけでは、物事の本質は見えてこないこと。そして絶望の淵に立った時、救いとなるのは、計算づくの損得感情ではなく、人と人との温かいつながりであること。あなたの周りにも、まだ誰にも気づかれていない宝物が眠っているかもしれません。それは、あなたの持つ技術や経験、あるいは、あなた自身の誠実な心かもしれません。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。